はい、それではダイソン V10、V11 シリーズのこのトリガースイッチです。これもう壊れて動かないんですけども、これの交換をやっていきたいと思います。まず用意するものとしては、ラジオペンチバー。先が細いやつの方がいいですね。それからピンセット。それから少し特殊なトルクスドライバー T8 サイズ。それと一般的なプラスドライバーですけども、N 太さ。これが5ミリ以下のものを用意してください。それともちろん交換用のスイッチですね。これケースに入ってこんなものが必要です。まずは不要なものは全部取り外していきます。はい、こうですね。それから後ろのこのフィルターですね。次にバッテリーを取り外します。バッテリーはまずこの下の2本のビス、これを外していきます。はい、外れました。バッテリーはあともう1本ですね。この後ろ側のこの1本、これも外します。はい、これも外れました。これでバッテリーが抜けてきます。はい、次に本体の分解に入っていきます。本体はまずここですね。1、2、3、4本。このビスをまず外します。プラスドライバーです。で、このプラスドライバーの太さが太すぎると、この中、奥が届かなくなります。それではご注意ください。はい、こちら4本今外れました。この次はここの付け根にある2本、これも外します。はい、こちらのビス、付け根の部分2本、抜けてきまして、これで、本体が、これはもう簡単に抜けます。こう外れます。次は白いカバーを外していきます。まずこの2本のビスを抜いていきます。先ほどこの2本のビスを外したんですが、横のところに爪がありますね。ちょうどこの部分ですね。爪が外れてこの白いカバー浮いてきたんですが、今度この黒いやつと分解してあげないといけないので、黒いやつと切り離して白いカバーだけを外します。これの上側の奥の方に、爪がありますんで、それをちょっとこう押してあげる感じで、この黒いのとこのカバーが外れてきます。こんな細いピンセットみたいなのがあるといいですね。はい、さっきのこれですね、白いカバー外れました。このケーブルいらないんで、もうポンと起こしてしまいます。はい、次はですね、モーターへの給電のケーブル、これで2つとも外します。はい、外れました。はい、次は、今度、スイッチの方を抜いていきますけども、このケーブル端子、ここですね。これがちょっと邪魔になるの。これを少しこう、形を整えてあげます。よいしょ。こんな感じですかね。そうすると、この、これモーター部分ですね。すごいですね。結構ホコリが入ってますね。これもちょっと、後で掃除したいなと思います。はい、次はですね、ここの端子カバーみたいなやつですね。これをトルクスドライバー T8 サイズですね。ちょっとドライバーがどうしてもこう斜めになるんで少しやりにくいんですが、なんとか、外せると思います。はい、先ほどのカバー2本のビス、これ抜けました。ビスはかなり短いビスですね。次にこのカバーを外したいと思います。でこのカバーはどうもここですね。こことここ。2箇所に爪があるようなので、マイナスドライバーみたいで、
他のものでもいいんですが、少し押しながらちょっとこじってやります。こんなんでもう外れてますね。はい。で、カバーそのものは外れてるんですが、このケーブルがですね、どうしても、邪魔になってくるということで、もう一回ですね、少しこのケーブルをまた形をね、ちょっと整えてあげたいと思います。こんな感じですかね。はい、これ抜いてあげます。で、今この角度で見て、左が赤い線ですね。右が黒い線。これで抜いてしまいます。はい、抜けました。で、次はですね、最後、後ろがバッテリーが入っていた方ですね。こちら側のちょうど赤いレバー、これがトリガースイッチのお尻の部分です。その横の奥の方にビスの頭が見えてると思うんですが、これの1本、トルクスドライバーですね、T8、これを抜いてあげます。はい、抜けてきました。下のビスが抜けた後はですね、ちょっとケーブルの位置を抜けやすい位置に整えてあげて、今度はこの赤いスイッチのお尻とコンセントの台の間ですね、ちょうどここに黒い板がありますので、これを掴んで引き抜きます。ちょっと抵抗あるときはケーブルを直してあげれば大丈夫です。で、抜けてきました。ちょうどここの部分ですね。今挟んでいたのですね。ここですね。はい。で、これスイッチを見ると見事に割れてます。はい。では、この壊れたスイッチを交換します。壊れたスイッチそのものはもう手で簡単にポコポコっと外れるぐらいのものですね。外してあげます。で、新しいスイッチを取り付けます。今度ですね。これで新しいやつに交換ができました。組み立てていきます。で、入れるときはですね、基本的にはこのケーブルが、これですね、この穴のところに少しケーブルをここに入るようにですね、通していきます。こんな感じですね。これもちょうどこの穴を使って少しガイドしてあげたということです。で、これはもう中まで押し込んでいってしまうと。で、これケーブルが中でちょっとこのケーブルよくたるみがちのようなんで、この白いやつですね。これちゃんと伸ばしておいてあげましょう。はい、これで、はい、スイッチが中まで押し込めたらですね、先ほど外したこの奥のトルクスドライバーのビスですね。はい、これで止まりました。大丈夫ですね。はい、次にこの黒いカバーですね。これを戻していきます。こういうのって簡単そうなんですが、結構ケーブルが硬くてですね、ちょっとやりにくかったりしますが、少し押し込んであげるとスッと入っていきます。ケーブルが詰まらないようにですね、これに戻していきます。はい、前側の爪も一応今入りましたかね。入りました。はい、次はこの2本のビスを戻します。はい、2本のビス戻りました。次は、この外したモーターですね。これを元に戻していきます。こ
れは単純に元に戻すだけだね。この基板を元に戻して、ケーブルがここにこう出てくるようにということですね。はい。はい。次は、この端子を戻していきます。少し、ラジオペンチで形を整えていただいて、で、この電源端子用の短いビスですね。これで、止めていきます。はい、これ2本目ですね。はい。2本ともしっかりと止まりました。で、この横のこの細いケーブルですね。これは、忘れないようにポチッとはめて戻してください。次はですね、この黒いカバーを戻します。こうですね。で、この黒と白の間、爪がありますので、少ししっかりと引っ張ってあげて、こんな感じですね。特にケーブル等は挟んでないですね。はい。で、この下の2箇所ですね。これと、これですね。この2本のビスを戻します。はい、戻りました。はい。じゃあ今度はこれですね。この大きな物体、本体ですね。これを戻します。で、これは、だいぶ汚れてますね。本当に掃除したいんですが、今日はそのままいきます。このまんま戻していただいて、で、最初に外したビスですね。ちょうど、付け根の2箇所、ここですね。これと、これ。それから、ここにある1、2、3、4本ですね。これをすべて戻し。はい、すべてのプラスビスですね、ここは。ビスが戻りました。もう、あとはもう、ね、それぞれくっついているものを戻していくだけということになります。はい。もうバッテリー戻したらすぐに動きましたね。はい。ね、ちゃんとスイッチ動作してます。ね、あと最後、ここですね。2本のビス、それから後ろの1本の取り付けビス。これを戻して完成です。はい、以上です。